先日公開しました上海ガニの動画なんですけど、こちらの動画について少しお話しさせてください。セカンドチャンネルの方では軽くお話しさせていただいたんですけども、こちらの動画で私、知らずとはいえ違法行為を行ってしまいました。セカンドチャンネルでお話しした日はもう本当に僕も急なことでして、いろんな憶測が出る前に事実だけをお話しした動画なので、かなり説明が足りてないと思います。この度しっかり話させていただきます。まず僕が行ってしまった違法な行為というものは、生きている上海ガニを営業許可なく購入してしまったという行為です。上海ガニというカニは日本では特殊外来生物にあたり、許可を得た業者でないと中国から輸入することはできません。そして許可を得て輸入した業者さんから生きた上海ガニを買うときも営業許可証がないと購入はできません。僕が仕入れた上海ガニって紐でぐるぐるに縛られてたんですけど、生きてたんですよ。でも僕は営業許可証を持っておりません。じゃあなんで生きてる上海ガニが入手できたかと言いますと、僕魚買うときにヤフーオークションをすごい使うんですよ。ヤフオクはいろんな魚介類が売ってるんですね。直近のヤフオクでの買い物の動画だと、このモクズガニとか、あとベニズワイガニとか、ここら辺もヤフオクで買ったものですね。で、そういう風にヤフオクを利用してると、自分のマイページのおすすめ欄にいろんな魚介類が出てくるんですよ。で、ある日そこにですね、市場直送新鮮生き上海ガニ、発送送料無料、メス 100g、1箱 2.5kg、25匹ぐらいという商品がおすすめに出てきたんですよ。あ、上海ガニなんて売ってるんだ、珍しいと思って、僕はその時、上海ガニが特定外来生物だということを全く知らずに、こちらの出品者さんが出品しているメスの上海ガニとオスの上海ガニ 2.5kg ずつ合わせて 5kg 購入しました。で、その数日後、僕の自宅に冷蔵便であのような生きた状態で届きました。冷凍で売られているものを僕が個人的にメッセージで内緒で池で送ってくださいとか、あと向こうから営業許可証の提示をされたりだとかはしませんでした。もう普通の取引で僕の自宅に生きた上海ガニが届きました。そしてその届いたその日の夜に撮影したという経緯でございます。で、今回このような出来事が起こってしまった原因っていうのは大きく分けて2つあると思ってまして、1つ目はいつも買い物してるもう誰もが知ってるような大きなサイトで普通に売られてたので買って大丈夫なはずと思い込んでしまっていたこと。カニに特定外来生物なんているわけないという僕のね、浅はかな固定観念が招いてしまったことだと思ってます。それでコメント欄の方には本当にちらほらなんですけど、指摘の声がありました。生きてる上海ガニはお前犯罪だぞと。お前いいのかと。そういう声はいただいてたんですけど、そこで僕も疑って調べればよかったんですけど、そんなことがあるわけないと。勝手に思い込んでしまってまして、調べることもしませんでした。せっかく貴重な意見をいただいたのに無視してしまったこと、本当に申し訳なく思ってます。すいませんでした。で、なんでこのようなことが起こってしまったか考えました。僕も魚介類の料理や調理の知識は多少ある方なんですけど、生態系だとか外来生物に関する知識っていうのがもう本当にゼロに等しくてですね、今回そういうことが重なってこういうことが起こってしまいました。魚介類を中心に扱うチャンネルでこのような間違った情報を流してしまったこと、視聴者の方、関係者の方にご迷惑及び不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。また重複にはなりますが、動画を公開してから一部の方からコメント欄の方で違法性を指摘していただいていたのにもかかわらず、指摘していただいていた方々に対して煽りと思われてもおかしくないような文章を書き込んでしまったこと、そして非表示にしてしまったこと、本当に大変申し訳ございませんでした。なんで声をいただいた時に僕はちょっとでも調べなかったんだろうと思いました。で、今非公開にしてあって見えないんですけど、動画内では中国の方から取り寄せたっていう言い方をしてるんですけど、実際は発送元東京じゃないか、産地まで嘘ついてるのかという声をいただいてるんですけど、これは僕が買った業者さんの住所が東京ということでございまして、その業者さんが中国から上海ガニを輸入してるっていうことなので、カニの産地は中国で間違いありません。なので中国の方から送られてきましたというふうな表現をしております。僕が個人的に輸入したというわけではございません。そして今後の再発防止としまして、魚の料理や調理だけではなく、魚介類の生態系や外来生物についてももっともっと勉強していきたいと思います。それと、もう仕入れはものすごく慎重に行うようにしようと思いました。今回は上海ガニでしたけど、特定外来生物とか、取引しちゃダメなものって魚介類だけじゃないと思ってます。今インターネットで何でも買える時代、個人でも売買ができてしまう時代なので、本当に気をつけないといけないなと思いました。
どこに落とし穴があるかわからないなと。この度はお騒がせしまして本当に申し訳ございませんでした。また配信でご連絡してくださった方、お忙しい中、とてもわかりやすい貴重なお話ありがとうございました。僕もとっても勉強になる内容でした。そして最後にこれだけはもう皆さんに伝えておきたいんですけど、今回僕は知らず知らずのうちに普通に売ってた特定外来生物を買ってしまったんですけども、僕は上海ガニを食べてみたいっていう好奇心と、あと皆さんに少しでも楽しんでもらえる動画を作りたいという一心で、今回上海ガニを仕入れました。本当にただただその気持ちだけで購入したこと。これだけは紛れもない事実ですので、無知とはいえ、仕入れて、逃がして、環境に悪影響を及ぼしてやろうなんて考えは一切ないです。かといって今回の行為はとても危険な行為で、もし仮に僕の買った上海ガニがなんか間違って逃げてしまったら、何が問題かというと、その上海ガニというのはとても生命力が強くて、繁殖力も強いということなんですよ。で、その上海ガニが、日本のモクズガニと交配しちゃって、ハーフが生まれちゃったりして、日本の生態系が崩れてしまう恐れがあるんです。僕の仕入れた上海ガニは、もう来て、この家から一歩も外に出さずに、全部蒸し上げて、間違いなく僕のお腹に全部入ってますので、一匹も逃げてはおりません。今後はしっかり調べた上で動画作りをしていくとともに、普段扱わないような食材を扱うときは、一度詳しい専門家の方にお話を聞いてみて、これ大丈夫ですかとお話聞いてみて、動画にしていきたいと思います。本当にこの度はお騒がせしてしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。